勇気を出して言ってくれただろうし、なんか受け入れてあげるって思って。こんにちは、エルビアン TV のレイアンとゆです。今日は何ですか？カミングアウトした友達にカミングアウトされた時の心境をいきなり電話して聞いてみたという企画になります。イエーイ。お電話するのは私の友達2人、レイの友達2人で、ちょっとまず私からかけていきます。はい、ではレッツススタート。まずゆうちゃんの1人目のお友達は前の職場の仲良かった同僚兼友達にかけるそうです。はいはい、ではかけてください。じゃあいきます。かけてる。今おもろ。もしもし。あ、もしもし。はい、お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。あ、お疲れレイヤン。どうしたの？今大丈夫？大丈夫。突然だけど、ちょっと今動画回してて、私がカミングアウトした時に感じた心境を突撃インタビューしてるっていう。ああ、なるほど。うん。結構前よね。だいぶ前だね。めちゃくちゃ昔かな。もうどういう風に言われたかめちゃくちゃ覚えてる感じそうじゃないけど、覚えてないよね。私も覚えてない。会議室みたいな部屋で「あなた待って」とかじゃなくて、話の流れで「そういえばこうなんだよね」って言われて「へーって思ったと思う。なんだろう、なんかそういう兆しがあったからとかじゃなかったと思う。多分興味があるとかおもろの方が勝ってたんじゃないかな。興味があるおもろが勝るってこと。そういう友達がいなかったから、周りに初めてだったし、なんかそういう人に初めて会った興味津々みたいな感じかな。なるほどね。もともと私ダンスしてて、ダンサーの人って結構カミングアウトしてる方多いのね。なんならそれを武器にしてる人もいるし、なんか結局輝いてたらその部分に目がいくから、その人が好きな人が別に同性でも大して目には留まらないよね。いいこと言うね。いいこと言うね。いいこと言うね。でもまあダンサーって今言ったけど、別に人間全部そうじゃん。なんかゴミクズ野郎でも顔が天才だったら紐でも気にならないじゃん。そうだね。なんか私はそんな感じで気にならなかったな。結局カミングアウトされる前からのことは友達として好きだったし、別にそれじゃ大きなことが変わるかちょっと変わらない。ストレートの友達で一番恋愛事情を知ってるのは多分だと思う。だってさ、私と付き合う前の相談してたんでしょ。もうそれはもちろんしてるし、でもね、アドバイスが的確なわけだから、私めちゃくちゃ相談したし、なぜそこまでも抵抗ないのかっていうぐらいに、なんかすんなり普通に受け入れてくれての、なんか助言めっちゃしてくれてて、だから最も知っている存在だと思う。すごい。すごいよマジで。毎週会ってたもんね。そう、毎週会ってた。気になるといえば、なんだろうね、なんでこの企画やったの？カミングアウトが一番なくなったらいいっていう風に、言われるし、カミングアウトって言葉はね、今存在しない方がいいっていう風潮ではあるじゃん。でも実際に今カミングアウトとかで悩んでいる子がやっぱ大多数を占めてるから、こちらの場合は友達は理解してくれたよっていうのを伝えたいから動画に今回してみたみたいな。ストレートの人ってこんな風に思ってるんだよっていうのを見せたいみたいな、こういうことを思ってる人もいるし、こういうことを思ってる人もいるっていうので何人かピックアップさせてもらって、今回ちょっと動画にしてみようかなって思ったって感じです。ああ、なるほど。はい。私は本当にめっちゃ気にしなかったタイプの人だね。そう、いや本当にだって馴染んでるもんね。いや馴染んでる。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらからは以上でした。ありがとうございます。バイバイ。お疲れ様です。バイバイ。じゃあね。次は私の高校生からの地元の友達にかけたいと思います。古いですね、それは。古い。出るかな。もしもし。もしもし。
なんかさ、昨日さ LINE で言ったさ、私がさ女の子好きかもみたいなこと言った時どう思ったって言ったの聞こうかなと思って今電話かけたんだけど。どうだった？なんかすごいすんなり受け入れた。ああそうなんだって思って、普通にどんな人なんだろうっていう興味と、まあ私的にはもうその時多分話してくれたのが4年5年ぐらいの付き合いの時だから、が幸せな道なら私は全然いいんじゃないっていう感じだったからなんかちょっと前すぎてさ、それすんなり受け入れてるからどういうシチュエーションだったかっていうのがあんま覚えてなくて。わかる、あんまり覚えてないよね。そう、多分ね普通にご飯食べてたの。そう、ご飯食べてる時に多分言ったんだよね。なんか実はどっちもいけんだよねみたいな多分ことを言ったよね。多分もう、なんかこう勇気を出して言ってくれただろうし、異性が好きとか同性が好きとか、その異性が好きでも変わりないじゃん。だからねありがとう。びっくりしたその時。どっちかって言ったらびっくりはしたと思う。言わないだけで今となっては、自分の地元の中学校の子とかも、同性が好きな子とかそうとか、男の子が好きだったとか、性別を変えた子とか、そういたのね。後々になって気づいたけど、だからやっぱいるもんだなと思うし、全然仕事の中とかでも女性同士のとかもあったから。結婚式？そうそっその片方の人はまあ多分男性になろうとしてるんだと思うんだけど、新郎さん役の人だったから。なるほどね。なんか多分自分的にもともとそういう偏見もなかったから、あ、そうなんだって思ったんだと思う。はじめまして。はじめまして。多分はじめまして。まあね、そういう世の中がね、増えていったらいいなとは思いつつ、今日はね、私の1人目の友達に電話をかけてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、ありがとう。バイバイ。バイバイ。私の番ですね。次かける友達は小学校からの友達です。地元だ。で、小学校から一緒にずっとサッカーをやってきた友達。もしもし？今大丈夫？今回電話した理由が、私が女性と付き合ってるっていうのを知った時の心境っていうのを聞きたくて、今回は電話してみました。心境を教えてください。本人から直接言われたわけじゃなくて、なんかね、偶然っていうかで知ったから、マジかっていうよりなんかああみたいな。確かになんか言いづらかったというのも近いっていうのもあるけど、レズのことでちょっと高校時代にいろいろあって、なんかそれでも苦労したんじゃないけど、当事者じゃないけど、それのことについて私が嫌な思いをしたことがあったから、本人が多分一番言いづらい相手やったんやろうし、言いたくなかったやろうなっていうのをなんかその高速バスの中でめちゃめちゃ考えて、でもなんかやっぱあっちから多分言うことはもうないと思うから、こっちから言うことあるってその時 LINE したら、そうなんだよね。 LINE の文からめっちゃ挙動っとったよね。なんか私に言うことあるやろみたいなことを言われて、そのちょうど会ってた時、今日伝えようっていうのをずっとなんか心の中に思っとって、で結局なんか言えんかったんよ。なんかその時ってまだなんかあんまり自信が持てなかったみたいな。今回も言えなかったって思ってから高速バスの中連絡をくれたっていう。なんか会話を覚えとって、なんかいつもやったらなんか結構なかったら、なんかパンって電話するけど、なんかお互い多分できなくてすぐに電話が、直接その話言ってくれた方にちょっとそれはショックやったみたいなことを言って、そういうなんか高校時代になんかそういうことを割って辛い思いしとったから、一番言いにくい相手やったみたいなのを言ってくれて、それを聞いて、確かに変な話、今やったらって聞いてあげれたけど、高校時代の時に言われたらちょっと偏見はっていうのをその時に伝えて、なんかその人を見て接してあげるとか、そういうのをなんか学んだから受け入れてあげれたけど、なんか高校生のなんか未熟な多感な時に言われたらなんか受け入れてあげれんって思ってだからタイミングもすごい大事だなってその時はすごく思ったね。ありがとう、マジですげえいいやつだった。ありがとうございます。じゃあね、お疲れ、ありがとう。はい、またね。
はい、じゃあ最後の友達は私の美容専門学校時代の、一番仲良かった友達だったんですけど、ちょっとなんか元気、出るかわかんないけどちょっとかけてみます。もしもーし。もしもーし。もしもし。起き起た？なんか私がその女の子と付き合ってるって言った時にどう思ったか聞きたいって言ったことなんだけど、どう思った？別に特になんとも思わないけどね。別に良くない？良くないみたいな感じだった？初見じゃないですね。初めてジェンダーの女の子見たわけじゃないし。ああ、そうだよね。なんか千夏のさ友達もねいるよね。私以外に女の子と付き合ったことある子。いるけど、別に告白してきたら無理よ、それは。まあね、そうよね。無理だけど、好きなことやる分にうち別にねいいんじゃないって思うけど。ねえねえ、あんたフェフ姉さんみたいな感じになってるけど大丈夫？声酒やばいね。ね、悪化してない声大丈夫？でもね、最近そんなだよ。飲んでないからね、言うても。滑舌悪くなってない？下ピー。下ピ開けたんだ。いいっていうことでいいんじゃないですかって感じで。声大丈夫かな？そっか、ありがとう。なんかこの声かけてる時に電話出てくれて。いや、全然、まあいいや、いつでも飲み行こうよ。ありがとう。じゃあね。バイバイ。とってもポップなスーパーポジティブギャルでした。では今回の動画は以上になります。はい。いかがだったでしょうか？はい。本当はね、カミングアウトっていうもの自体がなくなるのが一番なんですけども、今はまだ私たちも DM をよくカミングアウトの件についてよく聞かれるので、はいご参考までにこういった動画を出させていただきました。はい。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Twitter と Instagram は下の概要欄にあります。ぜひぜひフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。